おはようございます。桜井です。仮想通貨に興味はあるけれど、どれを買えばいいのかがわからない。そんな方多いのではないでしょうか。特にイーサリアムとドージコイン、どっちも人気のあるコインなんだけれど、何が違うのか、そしてどっちを買った方がいいのか、悩んでる人も多いと思います。今日はイーサリアムとドージコインの違いを分かりやすく解説します。初心者に向いているのはどっちなのか、長期投資と短期投資、どちらに向いているのか、それぞれの特徴を比較しながら見ていきましょう。最後までご視聴してもらえれば、自分に合った仮想通貨がわかるはずです。これから仮想通貨投資を始める人に分かりやすく解説をしていきたいと思っていますので、ぜひ最後までご視聴ください。では、まずはそれぞれの基本的な特徴を見ていきましょう。イーサリアムとドージコイン、同じ仮想通貨ですが、その成り立ちや目的は全く違います。イーサリアムはスマートコントラクトと呼ばれる技術を持っているのが特徴です。これはブロックチェーン上で自動的に契約を実行できる仕組みのことです。簡単に言うと、イーサリアムの上では銀行や仲介業者を通さずにいろいろな取引が自動化できるということになります。そのおかげでイーサリアムは DeFi や NFT、AI 関連のプロジェクトなど様々なサービスの基盤になっています。ビットコインがデジタルゴールドとしての役割を持つのに対して、イーサリアムは分散型アプリケーションのプラットフォームとしての役割が大きいのが特徴となっています。では一方でドージコインはどうなのかと言いますと、ドージコインはもともとジョークとして作られたミームコインです。シバエルのロゴでおなじみのコインですが、意外なことに今では実際の決算手段として使える場所も増えています。ただ、ドージコインの価格っていうのは、ミーム的な人気や話題性によって動くことが多く、投資対象としては、イーサリアムとは大きく性質が異なります。つまり、イーサリアムは技術的な発展を続けるブロックチェーンプラットフォーム。一方で、ドージコインはネットの人気に支えられた仮想通貨。この違いを理解しておくことが、どちらを選ぶべきか判断する上で重要になります。次はイーサリアムとドージコインの違いをさらに深掘りして、具体的にどんな特徴があるのかを比較していきます。では、イーサリアムとドージコイン、それぞれの基本的な特徴は分かったんじゃないかなと思います。ここからは具体的にどんな違いがあるのかを3つのポイントで比較していきたいと思います。まず1つ目のポイントは、価格の安定性とボラティリティです。イーサリアムは過去数年間で徐々に成長し続けている仮想通貨の一つです。もちろん価格の上下っていうのはあるんですけれども、技術の進化や新しいプロジェクトの登場によって長期的に成長を続けてきました。一方でドージコインはどうかと言いますと、価格の変動がかなり激しいコインです。ミームコインの特徴として突然価格が急騰することもあれば、一気に下落することもある。特に著名人の発言や SNS での流行によって価格が大きく動くことが多いっていうのが特徴となっています。つまりイーサリアムは比較的安定した成長を期待できる一方で、ドージコインは短期間で大きく動く可能性があるということになります。そして2つ目のポイントとしては、実用性と投機性です。イーサリアムは DeFi や NFT、AI 関連プロジェクトなど実際に使われる場面が増えている仮想通貨です。イーサリアムのブロックチェーンを基盤にしたサービスやアプリケーションがどんどん生まれていて、仮想通貨の中でも特に実用性が高いとされています。一方でドージコインはどうかというと、決済手段として使える場所は増えてきたんですけれども、基本的には投機的な目的で売買されることが多いっていうのがあります。特にミーム的な要素が強いため、投資っていうよりは一発当てたいという人が多く購入しているのが現状です。要するに、イーサリアムは技術的な発展とともに価値を持つのに対して、ドージコインは人気と話題性で価格が決まる部分が大きいということになります。そして3つ目のポイントとしては、長期投資と短期投資の違いです。
イーサリアムは今後も開発が続いていくブロックチェーンであり、長期的に見ても成長が期待されています。AI 関連のプロジェクトなど新しい技術がどんどん取り入れられているっていうのも強みの一つです。一方で、同時コインはどうかと言いますと、過去に大きく価格が上がったことがあるものの、同じことが今後も起こるかどうかっていうのはわかりません。投資っていうよりは短期間で大きなリターンを狙うギャンブル的な側面が強い仮想通貨と言えます。つまり、長期的に安定した成長を期待するならイーサリアム、短期でリスクを取って大きく儲けたいなら同時コインという考え方になります。では、初心者が投資をするならどちらを選ぶべきなのか、次のセクションで解説をします。はい。では、ここまでイーサリアムと同時コインの違いを比較してきましたが、実際に初心者が投資をするならどちらを選ぶべきでしょうか？結論から言いますと、初心者にはイーサリアムの方が向いています。その理由は3つあります。1つ目は長期的な成長の可能性が高いことです。イーサリアムはブロックチェーン技術を活用した様々なプロジェクトが進んでいて、今後も新しい技術がどんどん追加されていく可能性があります。これまでの成長を考えても、長期的に持っていることで価値が上がる可能性が高いのがイーサリアムです。そして2つ目は投資の安定性があることです。もちろんイーサリアムも価格の変動はありますが、同時コインほど極端に動くことは少なく、長期的な視点で見れば比較的安定しています。価格がミームや SNS の話題に左右されることが少ないため、初心者でも安心して投資を続けやすいのがポイントです。そして3つ目は実用性が高いことです。イーサリアムは DeFi、NFT、AI プロジェクトなど実際に活用される場面が増えてきています。すでに仮想通貨業界の重要なインフラになっているので、価値がゼロになる可能性が低いっていうのも大きな強みです。一方で同時コインは短期間で大きく上がることがありますが、それは一種のギャンブルのようなものです。過去には急騰したことがありますが、それでも今後も続く保証はどこにもありません。もし同時コインに投資をする場合は、あくまで余剰資金の範囲内でギャンブル感覚で少額にしておくっていうのが賢い選択です。また同時コインは一同時の金額も安いので、かなり少額から試せます。なので最初は500円とか1000円とかかなり少額で始めるのが無難だと思います。しかしですけれども僕自身は同時コインの将来に対しては明るいと思っています。これから先の暗号資産がある生活、これを考えた時にみんなが自分独自の推しのコインっていうのがどんどんできるんじゃないかなと思います。そんな中で同時コインっていうのは世界的に見ても中心的なコインになっていくと僕は思っていますので、同時コインの未来に関しては明るいと個人的には思っています。そのため僕の YouTube では基本的には同時コインに関する情報が多いと思います。これは将来的に同時コインっていうのがみんなにとって結構当たり前のコインになるんじゃないかなと僕は思っているので、同時コインに関する話題が多いということになります。僕自身は今日の内容ではイーサリアムの方が最初はいいですよとはお伝えしていますけれども、将来的には同時コインっていうのは結構いいコインになっていくんじゃないかなと思っていますので、同時コインに関しては応援っていう意味も踏まえて今後もしっかりとね、自分自身も投資をしていきたいなと思っていますし、同時コインの情報っていうのも YouTube でお届けしていきたいなと思います。では最後に今日のね、内容をまとめていきたいと思います。本日なんですけれども、イーサリアムと同時コインの違い、こちらについて解説をしました。イーサリアムは長期的な成長が期待できるブロックチェーンで DeFi や NFT、AI 関連プロジェクトなど実際に使われる場面が増えています。仮想通貨の中でも比較的安定していて、初心者にとっても投資がしやすい選択肢と言えるでしょう。一方で同時コインはミームコインとしての人気があり、価格の変動が激しく、長期投資には今のところあんまり向いているとは言えません。短期的に利益を狙うなら選択肢の一つになりますが、投機的な要素が強いのでリスク管理が重要になります。そういったことを踏まえると、初心者はまずイーサリアムのような実用性の高いコインから始めて、少しずつ仮想通貨の知識を深めていくのがおすすめです。そして自分で許容できる範囲で同時コインなどのミームコインっていうのも買っていくっていうのがいいんではないかなと思います。ではね、皆さんに聞いてみたいです。あなたはイーサリアムと同時コイン、どちらに興味がありますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。そしてこの番組では
これから仮想通貨投資をしようかなと思われている方に向けて、仮想通貨の最新ニュースと、そのニュースの中で出てくる専門的な内容に関して、仮想通貨投資の初心者の方が理解できるように、しっかりとね、解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では今日の内容は以上となっております。最後にお知らせがあります。BCG ってご存知ですか？これはブロックチェーンゲームと言われるものです。これからこういったブロックチェーンを使ったゲームっていうのがいろいろと出てくると思いますけれども、これね、今すごいなって思うのが、簡単なゲームをするだけで1日10万円、歩くだけで1日10万円、本当に全く信じられないノウハウだと言えます。今このノウハウを無料で得れるみたいですので、興味がある方は概要欄に詳細を置いております。そちらの方からご確認されてみてください。そして暗号資産に関しては情報交換できるオープンチャットを用意しております。このオープンチャットでは暗号資産に関していろいろと情報交換できるコミュニティの場となっていますので、興味がある方は参加されてください。参加費用は無料です。参加方法ですが、概要欄に僕の公式 LINE を用意していますので、そちらより登録してもらうと自動返信チャットにてオープンチャットのリンクを記載しています。そちらの方から参加されてみてください。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。